ジナルのエクゾ富山ブラックが一番人気がありますね。本当にもう醤油辛いラーメンでご飯と一緒に食べるラーメンです。氷見醤油を使ってうちの出汁を使ったラーメンになりますね。本店でも一番出るやつですね。無課長の出汁なんで日持ちしないんですよ。持って3日。へー。大体1日2日で使い切る量しか作らないようにしてます。だからスープまで結構飲む人が多いですね。ここにもこうやって「マイドファイアようこらっしゃった」っていう書いてますよね。スープまで全部飲み干すと字が出てくるという。毎度どうもですね、よく来てくれましたねっていう意味合いで、実は2つあるんです。ようこらっしゃった、また来られて、よく来てくれましたね、また来てください、スープまで飲み干してくれてありがとうっていう感じです発祥はもともと富山土木関係の方々が汗いっぱいかいて塩分補給のために作られたラーメンで、本当にもう醤油辛いラーメンで、本当はご飯と一緒に食べるラーメンです。富山って昆布ですよね。昆布の消費量が日本一っていうぐらいに本当に何でもかんでも昆布、富山の人が食べに来ると昆布おにぎりは絶対ありますね。黄身イワシ香るナポラーメンとか、黄身イワシを使ったラーメンですよっていう言い方してるんで、だし食べると最初はナポリタンっぽいけどやっぱラーメンだなって感じなんですけど、だんだんと麺がスープを吸っていくんで、最終的にはナポリタン食べた感じになりますこれが味噌ブラックです。黄身イワシのだしですね。それと昆布を使って水だしでだしを作ります。よいしょ。はい、しっかりとたっぷりと使います。富山のラーメンの大元になります。特に氷見ラーメンっていうふうに言ってるのはもう氷見の醤油と氷見の煮干しを使ったラーメンです。一晩かけて水出しします。だからこれは明日の分ですね。
はい。カツオの若いです。粉カツオをいっぱい入れます。だし作りに大事なのはもう温度と時間なんで。これで今度一気に沸騰までいかない80度ぐらいまでいきます。もうあと10度ぐらい。先にソーダとこれが美味しい出汁になっていきます。最後に花かつおでまた香り付けですね。こうなってくると火を止めて、さっきとまた色がもうちょっと濃くなってきますね。うちのラーメンは基本的にもベースは最初から作ってるだしが基本になりますので、だしが下支えするラーメンですね。無課長のだしなんで日持ちしないんですよ。持って3日。へえ。だいたい1日2日で使い切る量しか作らないようにしてます。だからまあスープまで結構飲む人が多いですね。ここにもこうやってマイドファイア業コラッシャったっていう書いてますよね。スープまで全部飲み干すと字が出てくるという。毎度どうもですね、よく来てくれましたねっていう意味合いで実は2つあるんです。ようこらっしゃった、また来られて、よく来てくれましたね、また来てくださいっていう、スープまで飲み干してくれてありがとうっていう感じですね。オリジナルの肉蔵富山ブラックが一番人気がありますね。発祥はもともと富山の方、土木関係の方々が汗いっぱいかいて塩分補給のために作られたラーメンで、本当にもう醤油辛いラーメンで、本当はご飯と一緒に食べるラーメンです。富山で食べられてる富山ブラックってあんまり出汁を効かせてないので、うちのオリジナルはもう完全に出汁で作る富山ブラックになるので、食べやすいと。氷見醤油を使ってうちの出汁を使ったラーメンになりますね。本店でも一番出るやつですね。麺がうちの自家製麺でハトムギを練り込んだ麺ですね。小麦のいい香りがすると思います。
ちょっとうちは固めに炊くんですけど、粘りもすごくあって食べやすいですね。でこれはちょっと水吸収させます。富山って昆布ですよね。昆布の消費量が日本一っていうぐらいに本当に何でもかんでも昆布。富山の人が食べに来ると昆布おにぎりは絶対食べますね。へえ。ですね。はい。ケチャップだけだったらトマトの味ってケチャップって感じじゃないですか。そうですね。え？語彙力がない。そう。ケチャップ。食レポができない。語彙力がない。
氷見の名産のハトムギ茶をいつもお出ししてます。よくないです。いらっしゃいませー。はい、ブラックの大盛り、5300円よかったですか？はい、1100円になります。ブラック大盛りです。はい。食べちゃう。一人ね、ほんと2時とかで食べちゃうといっぱい食べるといらっしゃいませー。車の方がちょっとね、醤油を薄めてるんですよ。それとちょっと油を少し多めにしてるんで、コクが出るように。はい、卵。大盛りの麺が多す。はい。ブラック。はい、お待たせしました。ブラック大盛りです。ブラックとほぼ一緒ですね。ただ出汁を少なめにしてるので塩辛いですね。卵ください。あ、お手伝いします。いらっしゃいませー。醤油のですね。はい。ネギ油ですね。
麺も普通よりもちょっと茹でてちょっともちもち。はい、です。ですが、それ入れていいでしょうか。特製味噌だれと。それと火にしよう。シンプルですね。それと香味油を。ですね。うちの本店の方で特製味噌を作ってもらって、ちょっとニンニクを効かした味噌ですね。本当これは食べやすくて食欲そそる。ニンニクが入ってるんでどうしてもいっぱい食べたくなるような味はしてますね。今日たまたま味噌も飲んでみようかなっていう感じで飲んでて、いやすごい美味しいですね、味噌も。これが味噌ブラックです。はい失礼します食べやすく辛さを抑えたカレーラーメンですね。黒カレー。もう完全に僕好みのラーメンです。ここは特に俺カレーラーメンが大好きで、激辛とちょっとマイルドとあって両方美味しいんで、はい。激辛はちょっと刺激が欲しい時に食べたいって感じです。はい。やつとだし。はい、食べると最初はナポリタンっぽいけどやっぱラーメンだなって感じなんですけど、だんだんと麺がスープを吸っていくんで、最終的にはナポリタン食べた感じになります。
じで、はいそうですね。あと残ったスープにご飯を入れることでこうリゾットとして食べれますよっていう、チーズと卵ついてるんで、だんだんとナポ食べてるなっていう感じになりますね。41まで別府にいたんですけど、その後3年間マレーシアにいたんで、なんでですか？その時もちょっとマレーシアの知り合いの先輩が、マレーシアで事業やってるから手伝ってくれってことで、その時も観光業だったりとか、飲食店のお手伝いをマレーシアとシンガポールでさせてもらってて、でそこが3年で事業が終わったので、そのまま別府で帰るよりもちょっと東京でお仕事をと思って、で東京でメガネ屋を一緒にやる人がいたんで、それをやってたらこういったこうラーメンをやってくれっていう話になったので、まあそれだったらついでにやろうかなと。だから全て本当見よう見まねで、まあ本当富山で勉強させてもらって、いろんなラーメン屋見てこうした方がいいなっていうのをやりながら試行錯誤でやってますね。私も、彼もそうですけど、最初に何か知らないことやるっていうことに対してのあんまり抵抗感がないタイプなんですよね。ちょっとやってみよっかぐらい声かけていただいたしぐらいな、そんな感じです。もともとメガネ屋さんなんで2人とも接客ができるんで、うちのラーメンはどっちかというと接客っていうかお客さんと話すことが多いですね。その分店もゆっくり座っていただけるようなスペースを取らせてもらって、ゆっくりできるラーメン屋を目指してますね。氷見をまず知ってもらいたいんで、お客さんたちにですね、店名を氷見っていうふうにしてるんですね。やっぱそこら辺を知ってもらうために氷見イワシ香るナポラーメンとか、氷見イワシを使ったラーメンですよという言い方しているので、少しずつではありますけどちょっと広めたいなとは思いますね。